はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月前半の星の説明とタロットリーディングをさせていただきます。それから2025年の星の解説をたっぷりと埋め込んだ2025年版カペラノート、手帳ですねの表紙も決まりました。ありがとうございました。詳細は概要欄やコメント欄に載せているリンク先からご覧になってください。そしてこのカペラノート、実は予約販売のみになります、今年は。そして10月14日までの受付分を11月末にお届けするという形になりますので、もしご興味ある方はぜひ早めにお申し込みをお願いします。そして予約してくださった方には特典としてね、カードを私が並べているスプレッドの説明のPDF をダウンロードできるものをつけていますので、楽しみにしててください。それでは行きましょう。お願いします。10月前半です。もう秋ですね。秋。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソード4、ワンドキング逆、吊るし人の逆、ソード5の逆、ラバーズ、カップ7、そしてペンタクルスのナイト逆、気をつけることや対策がフールとワンド3逆とオラクルは忍者の逆ですね。へー、そうですか。ちょっと解説しますが、まず星の話として10月の前半で最も大事なのは10月3日の金環日食になります。この日食のエネルギーって皆さんがおそらく思ってる以上に実は強い水面下で影響を受けていると思うんですね、私たちって。でこの日食から日食までのエネルギーっていうのが来年の春ぐらいまで続くので、この10月3日からの学びとしては本当にパートナーシップにおいて重要な気づきを得ましょうねと。自分が本当に信頼できる関係性を築いていくために必要な自分に進化していきましょうねみたいな流れがあります。ですのでそれに関していろんなね角度から気づきを促されてるなというふうに思うんですね。でこの日食のエネルギー10月3日なんですけど、10月17日が満月になります。でこの満月に向かってまたね広がっていくっていうのがあるんですけど、9月に月食があり10月3日に日食があり、また10月17日は普通の満月ですけれども、このね期間がなんだかとっても面白い不思議な流動的な期間になってまして、10月の前半というのは本当にまだその渦中にあるっていう形です。で双子座の皆さんにとってはこの大きなね日食のエネルギーどう出るかって言ったら、どのように自分で自分を喜ばせますかとか、どのように自分の人生を自分が選んでいくことを許可しますかとか、どうやって毎日楽しく生きますかみたいなね、そういう問い合わせかなっていうふうに思いました。もちろん全般的に言うとパートナーシップ、他者と調和をとっていくっていうことになんか大きなテーマがあるんですけれども、でそれを双子座の皆さんはどう使いこなして楽しみますかとか、どう使いこなして自分だけの喜びに変換させますかみたいな感じがあります。とってもクリエイティブで、これは自己表現としてものすごく使えるエネルギーです。なんか今まではこれは見せちゃダメと思っていたものが、実はそれを見せることによってものすごく自分の魅力発揮できますよねとか、伝わりますよねみたいな感じで、自分がなんか自分のことを違う側面から見て面白い自分が出てくるっていうのもあるかもしれません。このままでいいんだとか、自分ってこんな才能あったんだみたいな、そういうのがあるかもしれませんね。でカードで見てもそうなんですけど、星で見てももちろんなんですけどね、今とても恋愛運とかレジャー運とか何かを企画していくとかチャレンジしていくっていうのがとってもいい時になるんです。なので何をチャレンジしたいのかなっていうのが皆さんも考えてみてくださいね。10月3日から自分の人生に何を取り入れたいのか、何にチャレンジしたいのか、もちろん楽しいことだから、やってみたいことだからリスクがあるけどそれを挑戦しますみたいなね、そうするとそのような流れになってきます。でそれが要するに楽しいわけです。嬉しいわけです。でそれが恋愛とかそういう自分を表現するっていうこともとってもいいので、もちろんSNS で何かを発信するのもいいし、誰かとの関係や素直な自分を表明していくことが楽しいっていうふうになるかもしれません。作っていくとかもいいですね。
でそういうね楽しそうな楽しいことに対して自分が選んでいく、そしてその自分が選んだことに対してチャレンジしていくねっていうような流れなんですけども、カードで見たらめちゃくちゃ引いてるって感じがあってなんだかそんな気力ないみたいな感じでこうちょっとここまでの流れはね確かに少し緩やかだったかもしれません。何かを変えようねとかもう世界観変えようねみたいな感じだったかもしれませんが、そろそろね10月3日いい切り替えの時だと思ってくださいね。変わりますのでね、ちょっと今そのバイタリティがないんだと、なんだかちょっともう少し休みたいみたいな、そんな感じかもしれませんね。もうやる気がないというか、悪く言うとやる気がないとか、もう別にどうでもいいんだみたいな、夢や希望なんていらないみたいなそんな感じだったりとか、何かに要するに自分の夢を奪われたりとか、自分のどうせダメなんだとかですね、自分のコンプレックスの気持ちとか、何かすごく強いこだわりがあって、その自分自身の可能性も全てに蓋をしたって感じがしますが、いかがですか？でそれによって要するに止まっている、もうスタックしてしまっている感じがあり、諦めるとか消沈するとか、そういうシューってエネルギーが下がっていくみたいな感じがあるんですよね。でもそのままで終わらないですよって感じがすごい出ていて、そうなる時もある、気持ち的にねちょっとしょげるとか萎えるっていう時はありますけど、そこをうまく切り抜けながらやっていけるのが双子座さんじゃないですかみたいな、それに必要な情報入ってきますよね、モチベーション上がるような情報入ってきますよねっていうのがあります。で今はまだじゃあそっちに切り替えますっていうようにすぐにできない感じがあるんですね。それはなぜか分かりませんが、なんとなくそこに後ろめたさみたいなものがある感じがするんです。なんででしょうか。喪に服すじゃないですけど、こんなに世の中大変なんだからとか、こんなに状況が大変なんだから自分だけ楽しんじゃダメだとか、自分もその状況に合った形にしなきゃいけないみたいな感じで、なんだかそれはあれですね、問題を切り離して考えてみてくださいね。みんながこうだからこうしとくのがいいんだっていうのは今の双子座さんにはふさわしくないですね。もっと器用に切り抜けてって感じがします。できるはずですね、それは。そしてその風に自分で気持ちを切り替えたり、これはこれなんだ、自分の問題とはこれは違うんだ、もしくは自分がこの状況の中で幸せでいることや楽しむことによってこの空気変えてみせるみたいな、そんな感じでいくとパーンって変わります。いきなり変わります。で本当に10月3日を待たなくてもいいんですけど、もう9月の末からね喜んでいいんだよって、自分は楽しんでいいんだよっていうような流れ、宇宙から届いてきてるわけですよね。じゃあそれを受けて、じゃあそっちに行ってみようかな、そっちの方向に行ってみようかなっていうふうにすると入ってくるんですね、喜びが。ただちょっとそれに対して受け取っていいのかなって、本当に私でいいですかとかっていう思いありますけど、でも楽しいことですよこれは。なのでせっかく来てる楽しいことがあるなら、それを感じてください、楽しんでください、自分に許可してください、細胞を喜ばせてください感情を喜ばせてください。そうしたらやっぱ元気になってくる、体はねシューンとして、諦めるとかどうせなみたいな感じでいくと、だんだんしぼんでくる細胞や可能性や気力が。だけど楽しいとかワクワクってなるとだんだん活性してくるので、そっちに切り替えられるっていうのが一番大きなメリットですね、この10月前半の。そしてその出来事をまたどうやって維持しようかとかいろいろ考えるかもしれませんが、妄想だったりとかそういう喜びっていうのは膨らませておいてください。好きなように膨らませておいてください。想像するのは自由ですから、いくらでも自分の頭の中でああなったらいいな、うわこうなったら楽しいなみたいなに想像膨らませておくのはいいと思いますよ。誰にも迷惑かけないですね。そしてそれをじゃあ定着させるにはどうしたらいいかっていう考えもまた出てきますけど、そんなに急いで答えを出さなくても大丈夫っていう感じがあります。今はねそんなに深く考えなくていいよみたいな、ちゃんと未来の可能性だけ感じていればいいんだよっていう感じが出てるんですね。それはそうだと思います。ちょっとねちょうど10月の9日から木星逆行始まりますので、なんとなく風向きが変わってきたぞっていうふうに感じる方もいらっしゃるかもしれないし、やっぱり今の、仕事だったりとか環境においての
責任とかね、そこまでの責任背負いたくないみたいなのも感じてる方もいらっしゃるかもしれませんけども、双子座の皆さんのね、自分のいいところを思い出してくださいね。どのような状況であったとしてもこうちゃんと切り抜けていける、臨機応変に対応していく力っていうのがあるわけですよね。なのでそれを今ふんだんに使える時だよって感じです。10月3日の日食っていうのは天秤座で起こる風のエネルギーなので、風を通していろんな情報が入ってきます。いろんな喜びが入ってきます。それをうまく器用に受け入れるとこだけ受け入れて楽しんでくださいと、まず細胞を活性しましょうみたいな感じがあります。でただオラクルとしてね言われてるのがやっぱ忍者の逆なので、はっきりとした答えだったりとか、これでいいんだって思える何か安心材料というかね、何かそういった情報、本当にこれが正しいんだ、これで大丈夫なんだっていうものをつかみたいんだみたいな、これが欲しいんだっていう感じがあるかもしれません。もうちょっと待ってみたいな感じかな。これは今の時点でもしね、例えばですけど、そういうこれだから大丈夫なんだ、これでもう絶対いけるって思ったとしても、そう思ってる自分が今ここにいるっていうだけで、本当にそれは保証があるわけではないんですよね。その先どうなるかわからないので。なのでこれで大丈夫だっていうなんか安心の道筋っていうのかな、そのレッドカーペットがないと進めないっていうふうに思う必要はないんですけど、今はそれを求めたいんだなっていうのが出てますが、探すのはいいけれども、それによって目の前の喜びから目をそらさないでくださいって感じもあります。ここでもやっぱりバンドのキングっていうのが出ていて、本当はすごく有能だったりとか、もっと力出せるんだけど、なんかまだ出せませんみたいな、ちょっと遠慮してるって感じがありますね。何かもっとはっきりとしたものがみたいな、はっきりとした理由だったり理屈だったり、これでいいんだと思える何かがないとそれを表明できないみたいな感じがあるんですけど、無理に表明しなくてもいいですし、とにかく10月の前半は自分自身を喜ばせる、それだけでいいじゃないみたいな感じです。ちょっと活性させる感じですね。ちょっとお仕事のこと見てますね。計画立てていくのはいい時ですからね。仕事ね見てみます。アップエースワンド6ソード5ということで、仕事、今の職場の中でもしくは携わってるお仕事の中で喜びはある、喜びはあるっちゃあるみたいな感じですね。嫌なわけじゃない、だけどこの方向をずっと続けていきたいわけじゃないんだとか、このままこれをご利用ししていくわけじゃないんだっていう感じがすごくします。だから早くいつ手を打っていつ方向を変えるのかとか、いつでそれをなんか終止符を打つのかとか、流れの大まかな流れの道筋が知りたいって感じがありますね、お仕事においても。それがここにも出てるんでしょうね、きっと。どうしていくのが一番いいのか、自分の中の人生の光っていうものをしっかりと見たいみたいな感じ。でも今はそんなにもうちょっと自由でいいよみたいな感じかな。今決めなくていいんだよみたいな感じはありますよ。ちょっと今年の6月からの流れがちょっと激しかったりとか、いろいろ動きがあったからちょっと落ち着きたいとか、もしくはもっと安心なものが欲しいと思うかもしれませんが、十分ありますよ、ここに。なのでお仕事に関してはさっき言ったなんかね、お金とかね、価値とか自分が積み上げていくものっていうものを今あんまりその職場の中で感じられないのかなって感じはしますけど、そもそもでもそこで本当に骨うずめたかったですかみたいな感じもあるし、本当にそれってそこで何かを得るとかね、何か絶対これで大丈夫っていうものを得たくてそこにいたわけじゃないですよねって感じがある。情報だったりとか感覚をその時満たしたくてそれを選んだんじゃなかったでしたっけみたいな感じがあるので、それは変わっていくものです、情報とかね、感覚っていうものは。なのでまたそれも10月3日以降に自分の人生に何をチャレンジしたいかなとか、どんなものを取り入れたいかなって思った時に見えてくる仕事への
携わり方っていうのはあるかもしれませんね。ちょっとでもそれをものすごく膨らませて喜ばせましょうっていうのもちょっとクールな感じです。クールに対処してる感じ、仕事に関しては。仕事だからっていうのに割り切ってやるっていう感じかな。ちょっと人間関係を見てみます。ペンタクルスナイト、ソード3、ソード10ということで、今ね、恋愛運とか自分を喜ばせるっていい時なんですね。なので表明するってとってもいい時なんです。ただYouTube でもそうだと思うんですけど、表明するとかね、 SNS で何かを出すっていうと叩かれる可能性もありますよね。嫌なコメントが来たりとか批判されたりとかっていうのもあるけど、それにめげないぐらいの喜びがあるからやるわけです。ちょっとしたこのなんか嫌なエネルギーに負けないぐらいの喜びで跳ね返すみたいな感じでいてほしいんですけど、今ちょうど楽しんでいいよとか、恋愛もいいし人間関係もいいよねっていう時にやっぱりナイーブになってる心にぐさっとくることを言われたくないみたいな感じがあって、ちょっともしかしたら人との関係の中でちょっと傷ついたことがあったのかなって感じがするんですね。でもこれね、そんなにでもね深い傷という感じではないんです。相手はそこまでそんな風に受け取られると思わずにポロッと言ったみたいな感じがあり、でもこちら側が、双子座の皆さんが思っていた以上に傷ついたみたいな感じがあるんですね。だけど、それによってちょっと全体のバイタリティが下がっていたのかもしれませんね。だけどそれをね超えた先のその先の清々しい喜びがまたあるわけです。なんとなく表面的に欲しいエネルギーだけをもらって喜ぶのではなく、本当に求めているものは何なのか、本当のパートナーシップって何なのかっていうことを、この10月の前半っていうのはみんなが考えさせられる時なので、双子座の皆さんっていうのは最初に言ったみたいにちょっと器用にね、いろいろ情報を聞いたり処理したりとかして、いろんな人と関わっていく能力があるんですね。それ別の言い方をすると、いろんな人と表面的にうまく関わってやっていく才能あるんですけど、もっと深い関係性も築けるよっていうことで、そこにようやくタッチしようとしてるわけですよね。その上でこういうこと言われたら嫌なんだとか、こういうこと言われたら自分は傷つくんだっていうことを分かった上で、自分は人に対してどうありたいですか、どんな関係をしっかりと長く続けていきたいですかっていうのを問われていると思っておいてください。なのでもし表面的に一時的にね、ちょっとなんか傷ついたなとか違うなってなったとしても、それはそれなんです。それを経験した自分というのはもっといろんなことが分かる人間としての器が広がっている、いろんなことを経験したよということで、自分のバイブレーションというかね、オーラは輝くんです。それによってそこを恐れないでください。何かがここでも出てますけど、何かがゆっくりと育とうとしてるんだよって感じ。何がゆっくりと育とうとしてるんでしょうか。もしかしたら人との関係かもしれないし、自分の中から出てきてる大事にしたいもの、なくしたいものっていうものがなんか浮き彫りになってきてるのかもしれませんよね。頑張ってください。めげずに。かといって別に嫌なことがあるわけじゃないですからね。でもちょっとしたことで物事って本当にどっちから取るかによってね、全然違うように聞こえますよね。なので本当は自分のことを思って言ってくれてたことを、私のことを否定したみたいに受け取ることもあるかもしれないし、でもよくよく考えたら、でもそう言ってもらってよかったなって後から分かることもあると思うのでね、ちょっともう一枚オラクルを引いてみます。はい、ハニエルさん出てきました。このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんも自分の直感でね、メッセージを受け取ってみてください。なんだかジョイとかブレッシングとか、なんかイントゥイションっていうことで、なんかちょっと楽しそうな感じじゃないですか。実はその表面的なものの奥、もしくはその先にすごく喜びが待ってるよって感じがしました、私は。なんかいい切り替えの時ですね、10月前半ということで、ぜひいい時間をお過ごしください。もし何かしら良かったよとか分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントもいつも楽しみに拝見しております。では、いい時間をお過ごしください。ありがとうございました。失礼します。